DIY 教室。置くだけフローリングエウカの貼り方。置くだけフローリングエウカはボンド不要の床材です。裏面は滑り止め付きで土足歩行にも対応しています。一般的なタイルカーペットと並べておける 5mm の厚み。カッターなどで簡単にカットでき、店舗やオフィス、賃貸などの現状回復 DIY におすすめです。こちらの道具を使って DIY します。敷く場所は硬くて平らな床面。施工時は室内を17度から25度に設定して材料も箱から出しておきましょう。重みによって置くだけでフラットに敷くことができます。部屋の角から敷き始めましょう。低温下で施工する場合は壁際に 3mm から 5mm の隙間を空けます。その時壁際にはスペーサーを挟みます。同じように続けて敷きましょう。カットが必要になる手前まで置いていきます。残りの長さを測り、継ぎ目側から測ってカットラインを引きます。低温下の場合 2mm から 5mm 短くしましょう。2021年11月以前の使用ではまず表面の硬い層に刃を軽く入れて溝を作った後、その溝に沿って繰り返し切り込む必要がありました。2021年11月以降の使用では表面に 2,3 回切り込みを入れて曲げるだけで簡単に折ることができるようになりました。あとはカッターで切り離すだけ。切り口を整える場合はサンドペーパーやカンナを使いましょう。ノコギリを使ってもカットすることができます。細かい凹凸の加工はマルチツールを使えば簡単です。カットした面が必ず壁際に来るように置きましょう。前列のカットした残りを次の列で初めに使うと無駄を少なくすることができます。前列と継ぎ目が近い場合や列の最後が小さすぎる場合、列の初めをカットして調整します。カット面は必ず壁際にして同じように置いていきます。壁際の小さいパーツのズレを防止したい場合は両面テープで部分的に固定しましょう。最後の列は長い辺に沿ってカットしますが、加工できないほど最後が細くなる場合は1列目を半分にカットして敷き始めましょう。最後の列のカットする1枚を前列に重なるように置き、もう1枚スペーサーを挟んで壁に突きつけカットラインを引きます。カット面を壁側に向けて最後の列に置きます。最後まで敷き詰めてスペーサーを取り除きましょう。壁際の隙間が気になる場合、コーキングで埋めます。幅木を後から貼ることで隙間を隠すことができます。